こんにちは、旅と鉄道のチャンネルです。今回は室内灯を自作して N ゲージ車両に組み込んでみたいと思います。さて、個人的なことを言いますと、貨物とか機関車を除く全ての車両に室内灯をつけようということでやっておりますが、全く室内灯をつけない方もいらっしゃいます。つけない理由としてはいろいろあるかと思いますが、主に金銭的な面と、あとは作業に伴うスキルと手間暇の問題かと思われます。それで室内灯を自作するので、完成品を買うよりも当然のことながらスキルや手間は増えるわけなんですが、価格の面についてはかなり低く抑えようという趣旨で話を進めたいと思います。では現状各メーカーから出てる完成品のユニットの値段を見てみます。こちらは定価になりますので、実際の販売価格はもう少し安いかと思いますので、ざっくり1両あたり600円から700円というような費用が発生するかと思われます。それで今までは LED テープを使って室内灯を作ってたんですが、今回ちょっと値段の方は少し上がるんですが、COB テープライト、こちらに変更してちょっと値段を比べたいと思います。まず 5V のテープライト 2m で1499円。列車の長さによってテープライトの長さも変わりますが、一応ここでは12センチでカットするということで16本作れますので、1両あたりは93円となります。続いてはブリッジ整流機、こちらの使い方とか効果については後ほど説明したいと思いますが、値段だけ見ますと100個入って638円、1個あたり6円といたします。次は抵抗です。こちらは50個で800円なので1両あたり16円と計算いたします。次に加藤の車両以外はこちらのスプリングを使いますので、40本入って1250円。1両につき2本使いますので、1両あたりの単価は62円となります。加藤の車両の場合は、スプリングではなくてこちらの集電子が必要になりますので、この場合は1両あたり48円ですが、室内灯側の端子の部分にも臨静導板が必要になってきますので、1両あたりはおよそ60円と計算いたします。なお、この臨静導板を使って集電集を作ればさらに節約できまして、その場合はだいたい1両あたり10円ぐらいでできそうなんですが、今回はこっちの方の60円で計算いたします。それで合計しますと、1両あたりが加藤車以外は168円、加藤車は166円ということになります。これで完成品に比べますと、およそ4分の1程度に費用が抑えられたわけなんですが、これでもまだちょっと高いなという方は、こちらの LED を利用しますと、1両あたり100円程度に抑えられ、さらに加藤車の場合、臨静導板で集電子を作りますと、およそ1両あたり50円に節約できるかと思います。ただし LED を使いますと、車両の長さちょうどにカットするというのが難しくて、どうしてもこの端っこあたりが少し暗くなってしまうというのと、仮にうまく調整して端の方が明るい状態を作れても、この方向幕のところはちゃんと光が行き届かないというのがあります。それで COB に変えますと、こんな感じに方向幕のところまでしっかり光って、なおかつどこでも好きなように切れますので、長さをしっかり合わせられるということもあって、
端の方までしっかり光が行き届く状態を作りやすいということでございます。では作業の方を進めていきたいと思います。まず列車の長さを測って、それに応じてこの COB テープライトとそれからプラ板を同じ長さにカットして、それを貼り付けていきます。テープライトの裏側は両面テープのようになっておりますので、そのまま貼っていけば OK です。それで今回はこの阪急の3編成を仕上げたいと思いますが、一番上の2300系だけが加藤の商品で、下の2つのグリーンマックスの商品とは終電方法が異なりますので、部品をつける位置がかなり変わるんですが、似たような作業を2回見せるのもなんなので、ちょっと加藤社の方は少し省略した形で動画を進めたいと思います。では予備ハンダをしまして、次にブリッジ整流器を取り付けていきます。この部品 LED の電気信号は一方通行なんですが、例えば列車が前進から後進に切り替わった時でも同じようにライトが点灯するための部品で、電気的な極性をなくすための部品なんですが、取り付けるときはこの極性を守ってプラス同士をつなげる必要があります。次に抵抗をつけていきます。抵抗は620オームのものを使っております。いわゆる鉄道模型のパワーバックは12ボルトなんですが、テープライトは5ボルトなので、その差を制限してくれるのがこの抵抗という部品の役割となります。電気的なことを詳しく解説しますと長くなるので割愛しますが、12ボルトから5ボルトに室内灯をつける場合は、470、560、620あたりが適当かと思います。ちなみに私はいつまで経ってもハンダ付けがうまくなりませんが、電気が流れれば OK でございます。それでこのあたりは両面テープで絶縁をしておりまして、なおかつその両面テープの接着力を利用してスプリングを取り付けていきます。これは仮止めという感じでいいかと思いますけど、ちょっと肝心なところが映っておりませんが、こんな感じにします。それでちょっと強引にハンダ付けを行いまして、できたのがこんな感じになります。ではこれで苦手なハンダの作業は終わったんですが、ちょっとねバネの形が悪いので、このままだとうまく収まらないので若干調整をして、これで完成となります。ではできたものを車両に取り付けていきます。両面テープを使って天井に貼り付けていきます。使ってる車両はグリーンマックス製なのでこれが一番いいかと思いますが、トミックスとかマイクロエースの車両の一部は車両側にガイドがあるので両面テープを使う必要はないかと思います。ではできたのをチェックしていきます。ちょっとね切るのをミスしまして、右の端の方はやや暗いイメージもありますが、いい感じだと思います。では走らせていきます。それでは今度は加藤車の方ですね。使ってる部品とかは全く同じなんですが、加藤の場合は端の方から終電しますので、こんな風に部品を端の方に持ってきます。同じように
ブリッジダイオードと抵抗を取り付けまして、大きく変わるのはこの後の終電の部品になります。こちらは臨製銅板を切り取ったものになりますが、左の長いのは分割せずにそのままつなげるような感じになりまして、こちらの方が価格としては安くなります。右の方はと言いますと、このままでは隙間ができてしまうので、これは加藤の純正の室内灯の部品を切り取ったものになりますけれども、なければ似たような形にプラ板を切り取って用意しておきます。その後こちらをハンダ付けしていきます。こちらは短い方ですね。続いて長い方にもハンダ付け。相変わらずハンダは下手くそですが、こんな風になっても多少は固まってから修正できますので、これでやっていきます。その短い方に関しては先ほど切り取った部品を両面テープで貼り付けます。長い方に関しましてはこんな風に折り曲げて出来上がりとなります。あとはこれを車両に組み込んでいきます。この時金属同士が噛み合っているかどうかを確認して、あとは高さですね。この縦方向に来る緑のガイドの一番上と室内灯の高さが合うように調整しておきます。終電周を長くカットした分に関してはこのように直接突っ込んで、あとは車両の上の部分をかぶせて組み込めば完成となります。あとは COB テープライトの特徴として、この定まった位置以外のところでカットしても点灯しますので、ギリギリを攻めれるというのがメリットでございます。ちなみにこちらは阪急プライベースの車両で単品でも発売されておりましたので、古い9300系のために1両別に購入しております。ではできましたのでチェックしていきます。こちらが COB テープライトを組み込んだ8両編成のプライベース車両です。右側の方は単品で購入した車両で、こっちは9300系に合わせて LED にしておりますが、やっぱり下から覗きますと結構光のムラみたいなものが感じられて、COB テープライトの方が均一に綺麗に光るということがお分かりいただけるかと思います。では最後にこの2編成を走らせて終わりたいと思います。